動画をクリックしてくれてありがとうございます。今回は職業用ミシン専用の穴かがり機を使ってボタンホールを作ります。ぜひ参考にしてください。まずはコマを入れ替えます。コマが手前に来ていなかったら、つまみを時計回りに回してコマを手前に持ってきます。引き抜き具でコマを取り出します。眠りコマをセットします。カチッと音がするまで押し込みます。送り刃が鉄板カバーに当たらないように調節できるミシンは送り刃を下げます。押さえを外して針穴の真ん中に針が来るように鉄板カバーを取り付けます。ドライバーでしっかり締めます。鉄板カバーの穴がずれると針が折れるのでテープで留める方法が良さそうです。穴かがり機を取り付けます。針を上げて、押さえを上げて、ネジを締め込んで穴かがり機を取り付けます。斜めにすると取り付けやすかったです。ネジを留めます。糸を出して鉄板カバーの上に出します。横にあるレバーは縁かがりの幅を変えられます。3は太く、1は細くできます。押しながらスライドしてレバーを動かします。今回は2で縫います。芯を張った生地を折って縫っていきます。枠の真ん中にボタンホールができます。糸が切れやすいことと、鉄板カバーの穴に針が当たらないようにゆっくり縫います。針が上下に動いて白い枠が左右に進んでいます。糸の隙間を埋めるために2周縫いました。次はハトメのボタンホールを作ります。つまみを回してコマを手前に持ってきます。引き抜き具でコマを取り出します。ハトメコマをセットします。縫っていきます。2周目を縫っていきます。ボタンホールを開けます。のみの代わりにカッターナイフを使いました。丸い部分にポンチで穴を開けて、カッターナイフで切ります。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。今回は職業用ミシン専用の穴かがり機にコマを入れて、芯を張った生地に眠りとハトメのボタンホールを縫いました。仕上げを良くするためにボタンホールを2周縫い、糸の隙間ができないようにしています。実際に使ってみて気づいた点があります。個体差かもしれませんが、コマの表示より約 0.3 センチ長くボタンホールができました。また以前、コマを入れない状態でつまみを回したところ、ギアが外れてしまったことがあります。直し方もあるようですが、できるだけコマを入れた状態でつまみを回した方が良さそうです。もしこの動画が少しでも参考になったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それでは次回動画もお楽しみに。